世界のジャパンチャンネルへようこそ。いきなりですが、皆さんは日頃ニュースなどで耳にすることの多い国債についてどのような意見をお持ちでしょうか。現在日本は膨大な借金がある国として有名です。そこで今回は日本は世界一の借金大国という内容に対し、海外からたくさんの反応がありましたのでご紹介していきます。国債については、国が抱えている借金でしょとご理解いただいている方も多いと思いますが、はい、まさにその通りです。では、一体誰からの借金でどのような貸し借りが行われているのでしょうか。ここで少し国債の仕組みについてご説明させていただきます。2021年3月末に国債と借入金、政府短期証券を合計したいわゆる国の借金が1216兆4634億円になったと発表されました。その中で国債が1074兆1596億円。もう桁が大きすぎてよくわからなくなっちゃいますね。まずはじめに国債とは国が発行する債券のことです。債券とは資金を借り入れする際に発行される有価証券で、借用証明でもあります。例えば企業、あるいは国が銀行以外の個人や法人に対して借金をしているようなイメージを持ってもらえれば分かりやすいですね。ではどのようにして国債を集めているのでしょう。国家として社会保障の整備や各種インフラ整備などには税金を充てるのが一般的です。ですが、それらの財政支出が税収入で賄えなくなると、国は国債を発行し、投資家からお金を募ります。国の借金の申し出に賛同した投資家が国債を購入することで、国にお金が入る仕組みとなっているのです。国家と投資家との間にこのようなやり取りがあるため、国債イコール国の借金と捉えられているのですね。もちろん借金ですので、投資者に対し満期になると返済の義務があります。国債の種類によって満期は異なりますが、仮に個人向け国債であれば10年、5年、3年と分かれているのが特徴です。またメリットとして、国債は国から発行されているため、他の金融商品に比べると元本割れする可能性が非常に低く、圧倒的に安全性があると言えます。この他にも個人向け国債では1万円からと少額投資が可能であったり、定期預金と比べると金利が高くなっているなどというメリットが。その反面、投資信託などと比べると低金利となっていますので、収益性はあまり高くない上、個人向け国債は1年以降にならないと途中解約ができなかったり、途中解約すると中途換金調整額の名目で得られるリターンは少なくなってしまうというデメリットも。ここまで国債についてご説明させていただきましたが、では日本はなぜ1000兆円を超える膨大な国債を背負うことになったのでしょうか。日本は1億人を超える人口とさまざまな産業を保有している国です。高齢化に伴う医療費の増大など、これからもたくさんのお金が必要になることに間違いはありません。そのため2022年度の国家予算は過去最高の107兆5964億円。本来ならば税金でこちらと同額のお金を徴収しなければならないのですが、日本は世界に比べ税金が安いとされています。1989年までは消費税すらなく、数年にわたり数%ずつ上がってはいるものの、消費税が 20% のヨーロッパと比べるとまだまだ安いのが現状です。日本が消費税を安くしていた理由として、政府は常に国民の心理を考えていたとされています。増税は最悪な方法と考え、政権を維持するためにも政府はできるだけ税金を上げないようにしていました。しかしその代償として現在1000兆円を超える膨大な国債があり、日本の財政は先進国で類を見ないほどのひどい状態とも言えます。このような状況に対し、海外からはたくさんの意見が寄せられていましたのでご紹介していきます。
海外の反応。もうライジングサンの国、日本の栄光も終わりだな。かつては世界から希望と羨望の眼差しで見られてたけど、それもかつての栄光に過ぎない。なんで日本はこんな膨大な借金を抱えるまでになってしまったのか。日本は長年軍事費を最小限まで削り、ここ50年電子機器などを輸出しまくり、世界最大のアメリカに次ぐ経済大国として君臨してたのに、それなのになぜこんなになるまで税金を上げたりして借金を減らさなかったのか。日本も最近は税金を上げてるけどな。消費税も 10% になったし。もし日本が国家破産したらどうなるんだろうか。日本が破産するなら他の世界中の国も破産するだろう。日本国債の格付け信用度は依然として高いままだし、日本よりやばい国はたくさんある。でも日本の借金って額は膨大だけど、そう悪い借金ではないよね。日本の負債の 95% は日本の投資家により支えられてる。外国人投資家は残り 5% を支えているだけに過ぎない。ちなみにアメリカの負債の 34.3% は海外投資家により支えられてる。しかもそのうち日本からの比率は 7% にも及ぶ。ギリシャなんかは外国に借金しまくってたからな。でも日本の場合、海外に全然借金してないんだよな。日本は負債額だけ見たら凄まじいことになってるけど、実は国としてはかなり安定してるんだよ。実際日本国債の金利はとんでもなく低い。それは日本が破綻する可能性がそれだけ低いってことでもある。日本国債の金利がここまで低いのはそれだけ信頼されている証でもあるんだよな。日本は借金の額もすごいけど、その分資産もたくさん持ってるよ。負債を計算するときは持ってる資産もすべて合わせて計算する必要がある。日本は持ってる資産がとてつもなく大きいからね。以上が海外からのコメントでした。海外からも日本の国債が注目されていることがわかりますね。そしてコメントであったように、日本の国債は9割以上の日本人の投資家、1割以下の海外の投資家が円を購入することで支えられています。2011年に経済危機を起こしたギリシャでは、通貨も借金もユーロが使用されており、他のユーロ支援国に買い取ってもらっていました。ところがユーロはギリシャ政府が発行しているわけではなく、ヨーロッパ中央銀行が発行しているため、通貨を増やすことができませんでした。その結果、国債を返済できなくなり、最終的に債務不履行を起こしたのです。では日本はどうでしょう。円は自国で発行されているため、万が一国債の返済を急に迫られても、円を大量発行し返済することができてしまうのです。もちろん実際にこのようなことをすれば、それこそ景気に悪影響を及ぼすため実際にできることではありませんが、このような理由が日本人からも外国からも円の高い信頼度につながり、膨大な借金がありながら日本国家が破綻しない理由の一つとして挙げられます。またその他の理由として挙げられるのが、日本が持つ対外純資産。何それと思われた方に少しご説明しますね。対外純資産とは、日本の政府や企業、個人が海外に持つ資産から海外での負債を差し引いたもののことです。海外に建設した工場や買収した海外企業、また日本の投資家の海外株式や債券への投資も含まれます。財務省の発表では、2021年末の時点で日本の対外純資産は411兆1841億円に上り、日本でも過去最高を更新すると同時に31年連続で世界トップ。中国の新聞では、日本は海外にもう一つの日本経済を持っていると言われるほどに、さらにこうした対外純資産が日本に多額の利益をもたらし、戦略的な意義があると分析され、災害や戦争などで国が非常事態に陥った場合、対外純資産を随時使用できるので、日本人は長期的な戦略眼を持っていると称賛されていました。では一体日本の対外純資産が増えている理由とは
どういった経緯なのでしょうか。1つ目は、日本はヨーロッパやアメリカなどといった西洋諸国から警戒されていないこと。日本が対外資産の購入や海外企業との合併の際、大きな障害がなく対外資産を増やしやすい環境にあったためと言われています。海外進出といえば製造業のイメージが強いですが、今では IT 企業や医療など幅広い業界の企業が海外に進出し、商品・サービスの販路開拓や拡大を広げています。現在日本では少子高齢化に伴う人口減少が続いており、今後もさらなる減少が予想されます。そのため人口が減少し、消費が少なくなることで経済規模も小さくなると考えられ、多くの日本企業が海外進出を試みているのですね。その結果、海外での対外資産が増え、日本の対外純資産が増えているのです。2つ目は、かつてのプラザ合意の影響で経済成長が難しくなっているため。プラザ合意とは、ドルの為替レートが急上昇していた1985年に決められた為替レートを安定させるための合意で、アメリカ、日本を含む先進国5カ国が集まり会合が行われたのです。この合意により、日本の輸出企業は円高ドル安という変動によってとても混乱し、国内の景気は悪化。そのため日本は工場自体を国内から海外に移すことで、輸出先の販売価格を抑えるといった対策を取るようになったのです。ですがその結果、対外資産を購入することで間接的に日本経済を救っているということにつながりました。3つ目は、対外資産によって日本の資源不足、国土の小ささを補えるためと言われています。資源がない国と言われる日本ですが、今私たちがエネルギーに困らず生活できているのは、日本が持つ対外資産によって生み出され輸入されているからです。そのため海外では、日本は海外で資産を持つことで真の実力を隠しているとまで言われるほどとなっています。これらの理由が現在の日本の財政を守っているとされていますが、財政が破綻しないなら大丈夫だと安心はしていられません。少子化・高齢化問題、年金の減少、国債の増加など、まだまだ問題は山積みです。それぞれ一人一人が将来のために今のうちから対策をしていくのが大切かもしれませんね。日本は海外の人たちにとってアニメでいう強キャラポジションなんでしょうね。高い信頼に驚きです。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回のナレーションは桜井美希がお送りいたしました。